皆さんこんにちは、ガジログです。ここ日本においてもついに発売開始となりました CMF by Nothing ということで、ウォッチプロがついに登場しました。少し前にスペック解説の動画を出しているんですけども、詳しいスペックに関しましてはこちらの動画を参考にしていただければと思います。今回はファーストルックということで、いち早くどんな感じなのかということでご紹介しています。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず一番最初にこのパッケージ見まして、めちゃめちゃ薄いんですね。これはちょっとびっくりしましたね。裏面もこんな感じになっていまして、技適マークもついています。では早速開封していきたいと思います。おっと開きました。無理やりね開けてしまいましたけど、ここにもちゃんと封が上と下にもされていました。ということでパッケージ内容はこの通りになっています。まずね、この本体そのものになります。そして今回購入しましたメタリックグレーというカラーリングになりまして、特徴的なね、ここのパッケージにもありますこのオレンジ色というかはね、レッドというかこの色のバンドを購入しました。そして充電端子は専用のマグネットチャージになっていまして、 USB-A の規格となっています。そしてセーフティーインフォメーションということで、こんな本のようなものになりますが、ちゃんと日本語でホーム画面上での操作など書かれています。手のひらでスマートウォッチを覆うとありますけども、画面をオフにする機能もついていることがわかります。では本体の外観を見ていきたいと思いますが、どうでしょうか。この質感なかなかいいんじゃないでしょうか。これ Amazon で購入しましたけども、なんと11,000円なんですね。この質感で11,000円はちょっと衝撃じゃないかなと思います。背面はこのようなプラスチック素材になっていまして、 CMF by Nothing とね、ここにプリントされています。そしてセンサーと充電端子があります。そしてこちらにね、マイク穴がありますね。そしてサイドボタンとその下にはスピーカーが搭載されています。そしてバンドの取り付け部分になりますけども、こんな形状になっていますね。これ 22mm 幅になりまして、市販のものもしっかりつくんじゃないかなと思います。というわけでね、この純正のバンドをまず取り付けてみたいと思います。という感じで簡単に取り付けることができまして、クイックリリースタイプとなっています。そしてバンドの柔らかさはこんな感じですね。ある程度弾力のあるもので、めちゃめちゃ柔らかすぎるわけではなく、非常にしなやかでありながらサラサラとして、おそらく装着は楽なんじゃないかなと思います。CG や写真で見るよりも結構かっこいいんじゃないかなと思います。では外観をもう少し見てみたいと思いますけれども、まずこのサイドのこの感じ、ギラギラしていますね。これボディ実はアルミ合金になっていまして、これメッキではないようです。そしてディスプレイのこの左側には全く何もありませんね。ただ指紋はやっぱりちょっと目立ってしまうかなという印象はありますね。触ったとこついてしまいますが、でもそんなにべったりくっつくような印象ではありません。そしてディスプレイになりますけど、結構ベタベタ触っていますけど、そんなにそうですね、指紋がついている印象はないですね。指紋の防止コーティングがされていると思われます。では早速装着してみたいと思います。腕回りだいたい15センチほどになるんですけども、こんな感じで装着することができました。上から4つ目の穴に入れますと、フィットするような感じですね。若干余裕がある感じになっています。いや、これはめちゃめちゃかっこいいですね。ちなみに他のスマートウォッチとどんなサイズの違いがあるか比較してみたいと思います。これ Apple Watch SE の一番小さなサイズとなっています。高さを一致させて横に並べてみますと、こんなサイズの違いになっていますね。明らかにサイズ感が違いますね。実際に置いてみますとこれぐらいね、サイズが違うことがわかります。そしてこちらが先日レビューしたばかりの Fitbit Charge 6になりますが、こんな感じの違いになりますね。これはもう歴然とした違いがわかります。そしてこれもね、少し前にレビューしていますが、ファーウェイバンド8になりますけども、ここに置いていますとね、こんな感じの違いになっていますね。そして最後に比較的大きめになりますが、ファーウェイウォッチ GT ランナーというモデルになります。これだとね、ほぼほぼ同じぐらいの感じになっていますね。比較的ディスプレイは大きめになっていまして、サイズは AMOLED で 1.96 インチとなっています。そして解像度が 410×502 とね、なかなかの高精細になっています。そして最大の輝度は600ニットまでということになっていますね。リフレッシュレートは最大で 58fps となっていますが、平均のリフレッシュレートでは 50fps ということになっています。では重さがどんな感じか調べてみます。こちらのスケールであれば 47.1g となりました。ちなみにスペック値ではストラップ込みで 47g となっていましたので、ほぼほぼね、誤差のレベルとなっています。では電源を導入していきたいと思います。はい、ブルッと1回震えましたね。言語設定が出てきましたけども、日本語はもちろん
あると思いますけど、文字の変わり方かっこいいですね。出てきました。日本語にしっかり対応しています。ではこれから初期設定をやっていきたいと思います。はい。ということでね、ぼっちこのように起動してきましたけども、いかがでしょうか。実際にこのやっぱりね、ナッシング的なデザインっていうのは、やっぱりこのボディと合わせましてね、トータルでよくマッチングしているように思います。こんな感じですけども、高精細のディスプレイとなっています。まず上から下にスワイプしますと、コントロールパネルが出てきますね。この辺は Amazfit と同じようなインターフェースになっています。懐中電灯とありますが、ちょっとつけてみたいと思います。これがね、画面の表示領域になっていますね。ベゼルが若干太めにはなるんですが、結構ね、ほどほどな感じでいいんじゃないでしょうか。そして角度を変えてみますと、下から見たところ、上から見たところ、そしてサイドをですね、見たところ、非常に視野角もいいんじゃないでしょうかね。そしてそれ以外に明るさ調整になっていますが、そうですね、タップすると明るさがこのように5段階で切り替えができるようになっていまして、どうも自動調光ではなさそうですね。暗くしてみても明るさが自動的に変わるわけではありませんので、これは残念ながらね、自動調光には対応していないようです。ただ、切り替え自体はめちゃめちゃ楽です。そしてこれは何でしょうか。手を上げて画面起動オフとありますね。つまり画面がこのように消灯している状態で、この動きによって画面が点灯するというところですね。その切り替えがこちらでできるようになっています。では横スワイプの動きも見ていきたいと思います。はい、めちゃめちゃスムーズですね。はい、指に吸い付くように動作してくれています。めちゃめちゃスムーズです。そして下から上にスワイプすると通知の画面ですね。そしてサイドボタンを1回押してみますと、軽い運動のモード、そして軽い運動の記録、心拍、血中酸素、活動、睡眠、ストレス、通話、音楽、カメラのリモートシャッターもついています。そして天気のモード、呼吸、音声アシスタント、ストップウォッチ、タイマー、アラーム、フラッシュライト、スマートフォンを探すですね。そして設定で先ほどの画面に戻りますね。このようなユーザーインターフェースとなっています。そして個人的に気になるところとしましては、アラームですね。スマートアラーム機能ついているでしょうか。確認してみたいと思います。9時40分、例えば月曜日にセットして、OK ということで、これ以外何もね、表示項目がありませんでしたので、スマートアラーム機能はどうもついてない感じですね。出てきませんね。編集、時刻と曜日の編集しかできませんので、残念ながらスマートアラーム機能はついていませんでした。ということでね、ちょっと先ほどもそうですけど、自動調光機能、そしてスマートアラーム機能ですね。やっぱこの辺ついていると使い勝手ってめちゃめちゃ上がるんですけど、さすがに1万1000円のこのモデル、CMF by Nothing ということで、Nothing のサブブランドということで、ちょっとね、コスパ重視になっているのでね、その辺の機能はやっぱり省かれていました。そしてタイマー機能ですけども、ちょっと動作させてみたいと思いますが、0コンマ何秒までは表示されていませんけども、インターフェースがかっこいいですね。そしてストップウォッチ機能もついていますけども、やっぱりね、デザインいいですね。そしてここも気になるところですが、音声アシスタントとありますけども、特に Amazon 系なのか Google 系なのか一切書かれていませんけど、どんな感じなのかちょっとやってみたいと思います。おはようございます。時刻は9時42分です。どうぞ良い一日を。喋りました。今、後ろにあるテレビが自動的についてしまいまして、おはようございますって言ってしまったので、音声アシスタントに連動したテレビがオンになっています。テレビを消して。テレビをオフにします。消えました。これはちょっと驚きですね。てっきりついてるとしたら Amazon 系かなと思ったんですが、なんと Google の音声アシスタントでした。実際にペアリングしたスマートフォン上に Google アシスタントが起動してくる様子が見れますので、ご覧いただければと思います。富士山の高さは？富士山の標高は3776メートルです。ということで、ここから音声アシスタントを起動する仕組みになっていて、音声でコントロールすることができるようです。東京駅までの経路。東京駅ま
まで車で行く場合、所要時間は約21分です。このスピーカーから発せられた音声となっています。ということで、現在地から東京駅までこのようにね、ちゃんと連動してくれていますね。ロック解除まではできませんので、この辺は若干劣るとしても Wear OS と似たような挙動となっています。これは結構使えるんではないでしょうか。というわけでね、ちょっと文字盤も見ていきたいと思いますけども、はい、長押しをしますとこのように切り替えができます。シンプルながらにかっこいいですね。ちなみに文字盤をタップしても何か機能に飛んでくれるわけではないです。そしてこちら、テキストのみになりますね。これもなかなかおしゃれですね。トータルで見た時にやっぱりこの文字盤、シンプルながらに合ってるなと思います。めちゃめちゃかっこよくないですか、これ。そして、こんな文字盤もありますね。9時52分だと思いますけど、これパッと見ではちょっと分かりづらいですけども、かっこいい。デフォルトではこんな感じの文字盤が全部で入っていますね。標準ではこの文字盤が出ていましたけど、やっぱりかっこいいですよね。ちょっとね、触っていくうちに、やっぱり指紋が少し目立つ感じにはなりましたが、その都度拭いてあげればいいのかなという感じですね。というわけで今回 CMF by Nothing ということで、まずファーストルックということでご紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。この後ですね、バッテリーの検証、歩数計の精度、LINE の通知の挙動、いろいろ使い込んでみまして、ファーストインプレッションを後ほど動画で出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。